こんにちは、ソングです。今回のテーマは YouTube を始める準備についてなんですが、今回解説するのは、まず目次ですね。この流れでお話しします。ファーストステップ、スマホだけでできる。一人で始める。動画の投稿、数をこなす。セカンドステップ、音声について、照明について、撮影環境について、台本作成。サードステップ、冒頭10秒、サムネイルの重要性。最初は伸びない。継続が大事。この3回に分けて行います。今回はファーストステップのスマホだけでできる。一人で始める。動画の投稿。数をこなす。ということでお話ししていきます。最近は YouTube を始める方がかなり増えていますので、YouTube を始めようとしている人、まだ始めたばかりの人が知っておくべきことの項目になります。今回のシリーズでは、主に YouTube を始めた初期の方への準備、それと基本的な運営方法の解説になっていて、まだ始めるのに抵抗があるとか、パソコンを持っていないっていう人にも YouTube 運営ができるってことを伝えられる内容となっていますし、YouTube だけじゃなくても、例えば Instagram や X などの SNS で発信すること全てに当てはまる知識になるので、ぜひ最後まで聞いていってください。ということで、一つ目。スマホだけでできるってことですね。これは人それぞれだと思うんですけど、最初からいいカメラやいいマイクを買わなくてもいいです。なんならなくてもいいです。最初から高画質なカメラや高音質のマイクを買うっていうのはないよりかは全然あった方がいいんですけど、YouTube って最初は本当に伸びないんですよ。最初の5本や10本で伸びればまだいいんですが、20本、30本、もしくは50本出してもそれでもほぼ伸びないんです。むしろ50本っていうのは YouTube の中ではスタートラインっていうくらいです。なので、最初からいいカメラとか買ってこだわった撮影や編集を時間をかけてする。そんな感じで投稿までの準備に時間をかけて投稿しても本当に伸びないんで、伸びないってなった時に初期費用っていうコストをかけすぎてしまうと結構気持ちが落ちてしまうんですね。頑張って投稿しても、例えば5回しか再生されなかったとか、全然再生されていない。なんならこの再生回数は全部自分じゃないのかってショックを受けるんですね。これを受け止めれる強い心を持っている人だったらいいんですけど、私はそんなの辛いので、YouTube を始めた時っていうのは iPhone X を持っていましたから iPhone で撮影していました。スマホスタンドは Amazon とかで売ってる安いのを持っていたので、このスマホスタンドとスマホだけで YouTube を始めたんです。編集も最初はスマホの無料アプリでやってたんですけど、そもそもきっかけがですね、TikTok で5分くらいの短い動画を作ってたんですね。で、その5分くらいの動画なら簡単に編集もできましたから、特にこだわった機材っていうのはなかったんです。今でもカメラは iPhone で撮影してます。iPhone でも11以降のシリーズであれば画素数が高いのでおすすめします。なので、この動画みたいに固定して撮影するなら、スマホとスマホスタンドで十分です。もし外や移動しながらの撮影をするって人は、手ブレ補正機能がついている iPhone 14以降がおすすめですね。という感じで、最初の頃は特に費用をかけずに、皆さんスマホは持ってますよね。それで撮影すればいいと思います。次に、2つ目が一人で始めるっていうことですね。これは運営していくジャンルにもよるんですけど、例えばカップルチャンネルとか、会社や友人とかで面白ネタをやるっていったような明確なコンセプトを考えて運営する人なら、2人とか3人でやるのもいいんですけど、それとは別で、基本的には1人でやることをお勧めします。もし不安だから友達とやってみようかなとか、とりあえず YouTube を始めてみたいなっていう感じに、まだコンセプトとか、どんな動画を出していくかっていうのが決まっていなければ、絶対1人でやった方がいいです。なんでかっていうと、1人の方が何をやるんでも早いからです。複数で運営をする方が作業効率も上がって早いって思われがちなんですけど、実のところ作業自体は分散できるから早いんだけど、人数が増えれば増えるだけスタートするまでが遅くなるんです。その理由っていうのが意識決定のプロセスなんですね。何をやるのにも全員の意見が必要で、意見がすぐに出ても人の考えって賛否両論なので、なかなかまとまらないってことが多いんです。それは企業で考えたらわかると思うんですけど、会社が大きくなればなるほど会議の人数も増えて会議する時間も長くなります。そして結果が出るのも遅く、当日決まらないってことが普通にあります。でも一人でやると決断も早いですよね。それはそうですよね。自分だけの意見で話が進むんですから、話し合いや会議なんて必要ないんです。私なんて
脳内会議で終わってます。それこそ犬の散歩中とか、スポーツジムに行っている時とかって感じです。そんな風に YouTube でも一緒で、人数が増えれば増えるだけミーティングが必要になって、さらに撮影当日に体調不良とかで全員揃わなかったり、休日が仕事になったりとか、そうなると予定変更が余儀なくされて、再度ミーティングが必要になってくるんですね。急遽行ったそのミーティングで意見とか分かれたなら、また時間がかかるので、明確なコンセプトができてない限り、一人でやった方がいいです。というわけで3つ目ですね。動画の投稿です。これはそのままの意味なんですが、まずは動画を投稿しようっていうことです。投稿する前に撮影や編集って作業ありますよね。それでよくある事例として、撮影や編集をこだわりすぎて、1本の動画が完成するのに2、3日かかってしまうっていうことです。確かにこだわってかっこいい効果音やエフェクトを使ったテクニックっていうのも大事なんですけど、1本の動画に時間を使いすぎるのも YouTube 運営には向きません。すでに有名チャンネルになっている人は1週間に1本とかでも全然やっていけるんですけど、始めたばかりの初期の頃はとにかく数が必要なんです。では何本ぐらい必要だと思いますか？これに関して答えはないんですけど、ただ一つ言えることとして、10本や20本ではまだスタートラインにも立っていないっていうことです。今 YouTube チャンネルっていっぱいありますよね。その中でも人気のあるチャンネルの最初の動画を見てみるとわかるんですけど、みんな撮影やトーク力が直近の動画と比べて撮影が下手だったり、トークに覇気がなかったりして再生回数も少ないんです。撮影や編集は YouTube をやっていくうちに運営者が経験を積むことでそのチャンネルのカラーは出てきます。最初からそのカラーはないので、まずは動画を投稿するっていうことが大事です。もちろんクオリティの高い動画の方がいいんですけど、長時間かかるくらいならある程度の編集で完成させて、とにかく投稿するって思考です。完璧を求めるよりも完成させることが重要。発想やテクニックとかは経験すれば必ずついてきます。経験を積めばチャンネルのカラーも出てきます。これは YouTube に関してっていうわけではなく、SNS 全般で重要な考え方なんです。っていうのも、動画ってお店で言うと商品ですよね。普通のお店なら一つの商品を作るのに工場や機材といったコストがかかるので、最初から完璧なものを作らないといけないんです。でも、インターネット上に出すものっていうのは、撮影、編集、投稿、この流れだけですよね。撮影はスマホでもできますし、編集も無料アプリを使えばコストがかかりません。そして投稿もただアップロードするだけなので全く費用かかりませんよね。動画を投稿して失敗しても、それは次の動画につながるステップになります。簡単に言うと、失敗しても被害がないので、とにかく投稿して失敗したら次へ行くっていう感じですね。続いて4つ目が数をこなすってことです。これはみんなが気になる部分だと思うんですけど、何本ぐらい動画を投稿したら収益化までチャンネルが伸びるのかって気になりますよね。これも正直言うと正解はないんです。例えば10本くらいで伸びる人もいますけど、これは 1% 未満の例外で、何本出しても戦略がなければ伸びないっていう世界なんです。なので今 YouTube をやっている9割以上の人がやめていってます。じゃあどうすればいいのかってことなんですけど、まずは区切りとして50本動画を投稿することをお勧めします。その50本でもジャンルは絞っておくことです。前回出した動画で完全特化型のジャンルにすることを解説していますので、その理由と今の YouTube の状況っていうのがわかるようになっています。気になったらぜひ見てみてください。複数のジャンルを投稿すると視聴者層がバラバラになってチャンネルの成長が遅れるので、できれば一つに絞って特化してください。そしてジャンルを選ぶのも好きなジャンル、やりたいジャンルを選ぶんじゃなくて、継続できるジャンルを選ぶことが大事です。動画1本作るのにネタがすぐ切れてしまうと、投稿したくても動画が作れないってことになってしまうので、長い目で見てどれが自分にとって最適なジャンルなのかを決めることです。なので最初は目指せ50本って感じですかね。ファーストステップを解説しましたので、セカンドステップですね。この流れで行います。音声について、照明について、撮影環境について、台本作成の4つです。それでは早速、音声について、マイクについてですね。これは結論から言うと人にもよるんですが、別になくてもいいです。というのが、撮影するのにスマホで十分なんですけど、マイクについても全然スマホでいいと思うんですね。ただ、カメラから演者までの距離が遠かったり、演者の声を良くしたいっていう人はあってもいいと思います。だけどマイクって数千円から1万円ぐらいしますし、それに
1万円のマイクってめちゃくちゃいいのかって言われても、まあまあいいっていう程度で、別に何でもいいと思います。ただ、音声にこだわりたいからって、無理して有線のマイクを使うくらいなら、Bluetooth マイクがあった方がいいと思います。ちなみに私もマイクは使っていて、やっぱりあるのとないのでは違いますね。例えば、解説している人の声に周囲の音や雑音が入ってしまうと、聞きづらくなりますよね。こういったハウツー系で解説者の声が聞こえないっていうのは致命的ですから、私の初期投資っていうのはパソコンを除けばこのマイクだけですね。今はスマホに挿すだけで使えるマイクっていうのはいっぱいありますので、それを買えばいいと思います。なので個人的には、なくてもいいけど、あった方が便利ってことになります。では次、照明についてですね。私はここ自宅なんですけど、自宅に仕事用のスペースを作って撮影とか編集をしてるんですね。ハウツー系の人ならほとんどの人が自宅で撮影をすると思うんですけど、その時にどうしても明るさが足りなかったりして画面が暗くなるんですね。だから最初はリングライトとかスタンド照明っていうのを買ってやってたりしたんですけど、編集しているうちに違和感を感じたので、もう使ってないんですね。ちなみに今も照明は使ってなくて、部屋の電気と窓からの太陽光で撮影専用の照明っていうのはないです。部屋の電気は10段階中今6ですね。なので雨の日とか曇りの日はちょっと暗いかなってなるので、部屋の照明を最大まで明るくして撮影してるんですけど、それでも暗いなって感じた時は晴れてる日に撮り直しをしています。それから撮影する時間なんですけど、朝の9時から10時までの間でやってて、夕方から夜は太陽光がないので撮影はしていません。なので、さあ撮影するってなってもカーテンをバーンって開けてスマホスタンドを用意するだけでめちゃくちゃ準備時間が短いんです。それに皆さんご存知かと思うんですけど、太陽ってすごくて照明と比べても全然違うので、窓から光が入る部屋で撮影している方は特に照明を買う必要はないと思ってます。ということで次ですね。撮影環境についてですね。これに関しては先ほどの照明についてと近いものがあるんですが、やっぱりまずは見た目ですね。私は最初、光の当たる角度とか、どの部屋で撮影すればいいかとか、カメラの位置が気になったりしてたんですね。でも、それよりも、カメラに映る部屋とか背景とか見た目、こういった感じの雰囲気を良くしようと思って、まずは部屋を汚く見えないようにって考えると、ここ仕事部屋なんですけど、ここでいいかなって思って、今もこうやって撮影してるんですね。この見た感じでは生活感はないでしょ？パソコンがあって、ここで編集作業をやってて、今映ってないんですけど、こっち側には Mac が1台あります。で、このカメラのすぐ下には台本用の MacBook があるんですね。結構この部屋ごちゃごちゃしてるんですけど、それは見せないようにって感じでやってます。それから服装とか髪型ですね。部屋着みたいな服とかで寝癖がついているような髪型やなくて、ちゃんと外に出かけるような格好をして仕事しています。仕事柄全く朝から夜までこの部屋を出ないってこともあるんで、まあまあ適当な格好の時もあるんですけど、基本的にはちゃんとした服装で普段は過ごしていますし、やっぱり撮影の日はちゃんとしてますね。見た目は適当でいいとは言わないんですけど、ある程度清潔感があればいいと思ってます。それから YouTube の運営をできる環境っていうのも大事です。このことについては以前出した YouTube を始めて最初にやること3つっていう動画で解説してるんですけど、無理な YouTube 運営をして体調を崩したり、無理に毎日投稿をやって1本の動画のクオリティを下げることがないように、こういった運営環境も大事にしてくださいって内容です。この動画は概要欄に貼っておきますので、興味がある方はぜひ見てください。ってことで次ですね。台本作成。ハウツー系では台本が必須になってくるんですけど、私はこんな感じでカメラの下に置いて、時々カンペみたいにして見ています。たまにずっと見て喋ってる時もあるんですけど、まだ慣れてないっていうのもあるんで、おそらく100本ぐらい動画を出した頃には慣れてくると思うんで、それまでは皆さん許してください。で、なんで台本がいるかっていうと、テーマだけ考えて台本なしでやってしまうと、まず話の流れが前後したりしておかしくなったり、語尾とかも変になるんですね。それから変な間とかできて編集が大変になるので、台本は必要です。今のは撮影の話になってくるんですけど、撮影する前に台本を作って何度か読み返してみると日本語がおかしかったり、伝えたいことが伝わらないってこともあるんですね。だから何度も読み返しながら
台本の完成度を上げていって、皆さんに聞いてもらってもおかしくない内容にしておく必要があるんです。それに、今後も動画を作っていくのに、前回どんなことを話したかなってなった時に、動画を見返すよりも台本を見た方が早いんですね。どのテーマのどの部分で解説しているかっていうのがざっくり見るだけでわかるんです。だから私は絶対に台本が必要だと思います。台本がしっかりしていれば編集も楽なので、もし皆さんもハウツー系のチャンネルを始めようとしているなら、台本を作ることをお勧めします。サードステップです。流れとしては、冒頭10秒、サムネイルの重要性、最初は伸びない、継続が大事ということで解説していきます。まずは冒頭10秒ですね。これは以前冒頭10秒っていう動画も出しているんですけど、その動画では冒頭10秒の重要性を伝えているんですが、実はそれだけではなくて、動画の冒頭10秒って次の10秒へつなぐために重要なんです。これは YouTube 運営をしていく上で覚えておかないといけない項目の一つと言ってもいいくらいです。ではどうやって冒頭の10秒で次の10秒につなぐのかっていうことなんですけど、まず挨拶をして今日のテーマを言いますよね。それまではだいたい5秒くらいです。例えば、こんにちは、ソングです。今日は〇〇について解説していきます。って感じで5秒です。その後、テーマに関して皆さんの疑問や困っていることを伝えるんです。それがだいたい5秒です。視聴者はサムネイルやタイトルを見てこの動画をクリックしてくれているので、まず最初にテーマを伝え、視聴者の疑問や困りごとを伝えるっていう流れは視聴者も理解しているので、見てくれる構成になっています。その次に、この動画を見たら視聴者にどんなメリットがあるのかっていうのを伝えることが必要です。視聴者に刺さるメリットを分かりやすく簡潔に伝える。これを10秒で行います。そうすると、この動画、展開が早くて退屈しなさそうだなって感じて見てくれるんですね。それが最初の10秒をクリアして、そこからダラダラと変な前半部分があって、それでいつまで経っても本題に入らなかったら、めんどくさくて動画を閉じられるんですね。なので、なるべく早く本題に入るのが大切です。ただ、人気 YouTuber さんとかは最初のトークが長い人多いんですけど、それは見ていて楽しい時もあるのと、やっぱり人気ある人なので、視聴者がついてくるんですね。そういった人たちはファンが多いですし、それにこの人の動画はきっと楽しいからっていう期待もあるので、そんな期待を含めて視聴者は見に来ていますから、多少本題までが長くなっても、ちょっと今回長いなって思われるくらいで離れたりはしないんですね。ただこのやり方を新規の人がやってしまうと、もし私が視聴者だとします。サムネを見て面白そうだからってクリックして、そしたらよくわからない人が出てきて、テーマも言わずにダラダラと世間話とかどうでもいい話をされたら、この人だるいなってなって動画を閉じますね。多分その人の動画は、たとえ自分に刺さる内容の動画があったとしても、もう見ることはないと思います。結論を言うと、ファンのいない新規の人は人気 YouTuber さんの真似をしてもダメってことです。そんなことするよりも、冒頭10秒を大事にして、次の10秒へつなぐことに意識をして、コンパクトに挨拶、テーマ、メリット、この3つを冒頭で話をして本題を見てもらうっていうことが重要になります。ってことで次はサムネイルの重要性ってことです。これは分けると3つあるんですけど、1つ目は文字のサイズ、2つ目はフレーズ、3つ目はサムネ用の写真です。まず初心者の人が覚えていくことが文字のサイズですね。サムネってスマホで見るとバーってスクロールするじゃないですか。このスクロールしている間に文字を読まなきゃいけないので、この文字が小さいと見逃してしまうんですね。なので文字サイズは極力大きくして読みやすい字体で使うようにしましょう。それからフレーズですね。視聴者が気になるフレーズが書かれているかどうかです。例えば、さっき紹介させてもらった冒頭10秒という動画です。このフレーズは勝負の10秒って書いてます。冒頭10秒でもよかったんですけど、タイトルと同じことを書くよりもインパクトのあるフレーズがいいと思います。そしてサブ的なフレーズもいります。実は〇〇とか、本当は言いたくないって感じのサブフレーズですね。それからちゃんとサムネイルを見てくれる人用に小さめで少し長めの言葉を書くのもありだと思います。例えば、これを見ると登録者爆上がりっていう感じに。なので第一フレーズは視聴者が気になる部分を中央に一番大きく。第2フレーズは
画面の上部に第1フレーズよりかは小さく、第3フレーズは画面の下とか端っこに小さく長めにって流れですね。このフレーズで重要なのは伝えたいことをかなり凝縮した言葉にして表現するってことです。そして3つ目はサムネ用の写真を撮るってことですね。これはサムネのフレーズに合わせた表情やポーズを撮るのがいいと思います。別になくてもいいんですけど、なんか雰囲気みたいなのが出るじゃないですか。だからないよりかはあった方がいいですね。と私は思います。なので忘れないようにサムネイルの写真も撮っておきましょう。では次、最初は伸びないっていうことですね。これに関しては本当に最初甘く考えてましたね。私はもともと TikTok から動画作りが始まったんですけど、その時は半年で3000人まで簡単に行ったんですね。それから YouTube にも投稿していったんですけど、YouTube を始めて最初はすぐ伸びると思ってたんですね。それこそ1000人なんて2、3ヶ月あれば伸びるだろうって思ってたんですけど、100人くらいしか登録者がつかなくて、正直 YouTube きついなって驚きました。他の人とかを見ても、TikTok では1万人とかフォロワーがいるのに、YouTube では本当に1000人もいってないんですね。おそらくなんですけど、TikTok や Instagram って YouTube と少し視聴者層が違うんじゃないかなって思います。同じ動画でもがっつり見る YouTube とは視聴している年齢や視聴されている時間帯、視聴する長さも違うってことは TikTok で1万回再生された動画でも視聴者層が違うから全く再生されないのと、そもそもチャンネルが成長していないからおすすめに乗らない。おすすめに乗らなければ誰も見ないっていう流れで YouTube の仕組みを知らないと伸びる動画も伸びなくなって登録者も増えないって感じです。それに YouTube って TikTok や Instagram のようになんとなく動画を見るっていうのとはちょっと違って、検索から調べたい動画を探すじゃないですか。それにある程度視聴できる時間が確保されている状態で YouTube を見るんですね。なので仕事の休憩中のちょっとした時間に見るっていうのとは別なんだなって思います。そういった視聴者に動画を見てもらうためには、やっぱり視聴者の刺さるジャンルや求めている動画を作っていかないと再生もされないですし、YouTube のアルゴリズムもちゃんと理解した上で動画投稿していかないと伸びていかないってことになります。まずは YouTube にチャンネルを知ってもらわないといい動画を出しても見てもらえないんです。だから数出さないと伸びない。数出すには数ヶ月必要になるってことで、YouTube は最初が一番伸びないっていうことが答えですね。それでは次、継続が大事ってことです。これはそのままの意味で長く YouTube を運営していかないと伸びないってことで、大体の人が YouTube を始めて2、3ヶ月くらいで全く伸びないから挫折したり、最初の勢いがなくなって投稿頻度が落ちていってそのままやめてしまうんです。それに YouTube を始めてすぐはあれやりたい、これやりたいって考えはあるんだけど、ちゃんとした狙いがないとネタが切れたり、頑張って1本の動画に時間をかけて丁寧に作っても再生回数が1桁、2桁だと気持ちがついていかないんですね。だから最初無理してたくさん動画を作っても計画を立てて YouTube 運営をしていかないと続かないんです。だから今でも YouTube を始めても9割の人が挫折してやめていってるんですね。無理なく長期的に YouTube 運営ができるように初めに計画を立てておくことが重要になってきます。それから撮影するときに頑張りすぎも良くないです。確かにいい服や女性ならメイクとかこだわればいっぱいあると思うんですね。でも撮影するたびに毎回頑張ってガチメイクとかブランドの服を着るのは結構しんどいんですね。それこそ YouTube を1年でやめるっていうんだったら別なんですけど、まだまだ5年、6年はやっていこうって思うなら、撮影するのが逆に嫌になることだってありますし、そもそもコストがかかりすぎます。自分で YouTube のハードルを上げる必要はないと思うので、そういったことにコストや労力を使うよりも、視聴者の求めるいい動画を一つでも多く作った方がいいと思います。私のようなハウツー系なら視聴者の気になる部分を発信するものなので、私の服装や髪型とかは興味を持っていないんです。すべて自然体である必要はないんですけど、無理せず長期間継続できるように楽にやった方がいいってことが大事になってくると思います。はい、というわけでサードステップまで解説してきたんですけど、最後にまとめをして終わります。今回のシリーズではこの流れでした。
スマホだけでできる、一人で始める、動画の投稿、数をこなす、音声について、照明について、撮影環境について、台本作成、冒頭10秒、サムネイルの重要性、最初は伸びない、継続が大事ってことですね。それで一番大切なこと何かって聞かれたら、まずは動画を投稿しようってことが重要です。最初は変な動画になってしまったり、ちょっとしょぼい動画になったりすると思うんですけど、そんなの全然いいと思います。話すのが下手でも、画面が暗くても、噛みまくっても全然いいので、とりあえず出していくって感じですね。私も最初の動画なんてひどいものでしたから、失敗してもいいので、とにかく投稿していきましょう。そうやっているうちに批判も届くんですけど、直接的な批判もありますし、ディスライクボタンを押されることもあります。という感じに確実にそういうの来るんですけど、それでもまずは世の中にあなたの作品を出していきましょう。最初から完璧を目指すとなかなか完成しないので、完璧を目指すよりも完成させろっていうことです。ということで、YouTube を始める準備として解説をしていきました。今回の動画みたいに、このチャンネルではまだまだいろんな情報を発信していきますので、気に入っていただけた方はチャンネル登録をして次の投稿までお待ちください。それでは最後までご視聴くださりありがとうございます。今後も YouTube 運営頑張っていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。